皆さんどうもこんばんは。スタッフラボへようこそ。10分でわかるおすすめの一冊シリーズ。今日の本は学びを結果に変えるアウトプット大全です。昨年8月に発売されてから1年を経たずに40万部を超えるベストセラーとなった一冊。この本を書いた樺沢氏は精神科医でもありながら作家でもあり、10年連続で年2冊以上の本を書いたり、メルマガを13年間毎日発行したり、動画も1500本以上アップしてきたという実績を持つ人物です。そんな彼が書いたアウトプット術は80個にわたり、アウトプットの決定版というべき一冊です。今回はその中の3つのエッセンスを紹介していきます。この本で彼が触れているのは結果を出すためのアウトプット術です。それでは内容に入っていきましょう。最初のステップはアウトプットをしなければ記憶に定着しないことを理解すること。これは月3冊読んで3冊アウトプットする人と月10冊読んで1冊もアウトプットしない人では間違いなくアウトプット量の多い前者の方が成長するという話です。世の中には本を読めば読むほど知識がつき成長できると考えている人がほとんどかもしれませんが、ここで重要なのはインプットの量ではなくアウトプットの量です。これまでに読んだ本を取り出し、その内容を5分で説明してみて、できたならその本の内容が身についていますし、もしできていなければ内容を覚えておらず、何の役にも立っていないということになります。それほどアウトプットをすることは重要であるということを理解することがスタートラインです。じゃあどうやってアウトプットをしていけばいいのかという疑問が出てきますが、まず本書では4つの基本ルールを紹介しています。1つ目は2週間の間に3回同じ情報をアウトプットすること。インプットした情報は何度も使わないとすぐに忘れてしまいますが、2週間で3回以上のアウトプットをすると脳がこの情報は重要な情報の分類だと判断し、長期記憶として残りやすくなります。2つ目は成長の螺旋階段を理解する。自己成長するためにはインプットとアウトプットを繰り返すしかありません。これが一巡するたびに少しずつ成長していくということです。3つ目はインプットとアウトプットの黄金比は3対7である。この比率でインプットとアウトプットを行うと最も効率的だということが海外の研究で分かっています。コロンビア大学の心理学者アーサー・ゲイツ博士の実験で100人以上の子どもたちに人名図鑑に書かれた人物のプロフィールを覚えてもらい暗唱させた実験をしました。覚える時間と練習する時間の割合を変え、最も高い結果を出したのはインプットとアウトプットが3対7のグループだったことから、3対7がインプットとアウトプットの黄金比だと言えます。4つ目はアウトプットの結果を見直し改善していくこと。2つ目のサイクルを回すにあたり、絶対に欠かせないプロセスが改善です。これはアウトプットの結果を評価し、その結果を踏まえて次のインプットに修正を加えるという作業であり、失敗した場合にはその原因を追求し対策を立てていき、成功した時にはその理由を考えてさらなる改善を求めて成長していきます。せっかくのアウトプットもやりっぱなしでは成長につながらないのは悲しいですね。2つ目のステップがインプットしたものをアウトプットする。インプットとは脳の中に情報を入力することであり、読む、聞くなどがあります。一方、アウトプットは脳に入ってきた情報を処理し出力することであり、話す、書く、行動するといったものがあります。まず、アウトプットが苦手な人は最も簡単な話すことから始めましょう。本の感想や映画の感想、グルメの感想などを家族や友人に話してみることで脳は活性化し、記憶の増強や定着に大きく貢献します。感想を話す時のコツは自分の意見や自分の気づきを一つでも盛り込むこと。例えば、話題の飲食店に行きましたというコメントに加え、それがどんな味で美味しかったのか、美味しくなかったのかを話すようにしよう。そうすればあなたの話に価値が生まれます。次に、話すと並ぶアウトプットの基本である書くことの方が圧倒的に記憶に残り、自己成長を促します。なぜなら書くことで RAS と呼ばれる脳の神経の束が刺激され、
すると脳は集中力を高め、積極的に情報を収集するというわけです。なお、同じ書くでもノートパソコンを使わずに手で書くことの方が効果が高い。スマホやパソコンでメモをするより手書きの方がより長く記憶が定着し、新しいアイデアを思いつきやすいことが明らかになっています。最後にアウトプットにおいて話す、書くの他にもう一つ重要な要素が行動するという要素です。本書において行動するは話す、書く以外の全てのアウトプットを指します。この本で書かれている80個のアウトプット術の中で最も自己成長につながるのが教えることだと言います。人に教えることで記憶力がアップしますし、また自分の理解度や不十分な点が見えてくるため、しっかり勉強して補おうとします。教えるはアウトプットにしてフィードバックであり、さらなるインプットです。自己成長の4つのルールをすべて含んだ最強のアウトプット術だと言えるので、ぜひ一度実践してみてください。最後のステップが、アウトプット力を高めるトレーニング法を実践する。この本では、日々の生活の中でアウトプット力を高める7つのトレーニング方法が紹介されています。今回はそのうちの2つを紹介します。まず1つ目は日記を書くこと。これは初心者の方にお勧めしたい方法で、なぜなら書くことがないという人であっても、一日を振り返れば何かしらのネタが見つけられ、書くことができるはずです。おすすめの書き方は、その日にあったポジティブな出来事や楽しい出来事、そして嬉しい出来事などを3つ書きましょう。最初は箇条書きでも OK です。慣れてきたら分量を増やし、数行ずつ書くことを目指します。2つ目は健康について記録していくこと。これは日記を書こうと思っても時間がない、毎日続けられないという人でも続けられる方法で、1日1分でできるトレーニングです。書き方は体重、その日の気分、睡眠時間を毎朝手帳に記入します。その日の気分はマイナス5からプラス5の11段階で評価し、普通なら0、調子が良ければプラス5、悪ければマイナス5と記入し、昨日の出来事を思い出しながら、調子がいい、悪いの理由も思い出し書くといいと言っています。健康について毎日書くことで自分が調子がいいのか悪いのかが分かり、病気になる前に対処できますし、書く習慣もできるので、まずここから始めてみるといいですね。今回の内容を最後にまとめるとこのようになります。まずアウトプットをしなければ記憶に定着しないことを理解して、最初に挙げた4つの基本ルールを意識しながらアウトプットの量を増やしていくこと。次に読む、聞くなどのインプットしたものを人に教えるという最強のアウトプット方法でアウトプットをする。最後にアウトプット力を高める日記や健康を記録するといったトレーニング方法を実践することです。今回取り上げた内容の他にも、効果的なフィードバックの4つの方法、15人と濃い関係を作る、笑顔の8つの効果など非常に興味深い内容がまとまっていますので、一度この本を手に取り、アウトプットを実践してみて、面白いと思えるほどの自己成長を体感してみてはいかがでしょうか。長い動画を最後まで見ていただきありがとうございます。このチャンネルでは変化する社会を乗り越えるため、あなたの成長、向上心を上げていくためのコンテンツを上げていますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは皆さん、お疲れ様でした。